おはようございます。最近よくこの灰色みたいな色の建材多いですよね。比べてみるとこんな感じ。めちゃめちゃ灰色。さて今回は灰色建材の朝食、その塗り方、金丸くんのあれの3本です。では行ってみましょう。金丸フッシュ株式会社。道具を準備しまして、どの辺の色を作るかというと、この辺のベースの灰色を作っていきます。塗料を出していきます。まずは黄色はちょっと多めに出します。赤はちょっと色味が強いので少なめです。青は赤よりも少なめです。まずはこの3色で渋いオレンジを作っていきます。まずは赤を混ぜてオレンジ色を作ります。混ぜにくくなったので希釈のシンナーを足してます。次に青で渋くしていきます。青を足すと赤みが少しなくなるので見てみてください。ちょっと黄色みが強くなった印象です。なので赤を入れます。この後もう少し青で渋くしたいので赤を多めに足してます。とりあえずここで試し書きです。乾燥させてこんな感じです。作りたいベースの色がこの色、試し書きした色がこの色。この時点で何を合わせるかというと色の渋さです。試し書きした色はまだ色鮮やかな印象があります。青を入れてもう少し渋くしていきます。僕にも青を入れて渋い男にしてほしいものです。青を調整して混ぜていきます。完全に入れすぎですね。緑になってます。赤で緑を緩和していきます。試し書きです。試し書きは薄いとわからないので、なるだけ塗料多めで試し書きしてください。作りたい色に対してこの色。さっきのと比べてみるとだいぶ渋くなりましたね。でもまだ渋さが足りないと思ったので、青を足して黄色が強くなるのを防ぐために赤も少し足していきます。試し書きをします。作りたい色に対してちょっと赤渋くなったような感じです。前の色はこんな感じ。次に白と黒を足していきます。白は結構いりそうなんで直接いきます。黒はよく効くので少なめです。ぐるぐるっと混ぜて一旦試し書きです。作りたい色に対してこんな色。だいぶ色が明るくなりましたね。ここで黒を混ぜていきます。で、試し書きをします。作りたい色に対してこんな色。かなり近づいてきましたね。作りたい色と試し書きした色を見てください。試し書きした色が少し黄色く見えます。なので次は赤を入れるのですが、ここからは微調整なので動画では伝わりづらいと思いますので、微調整で何色が必要かわからなくなった時に便利な色の特徴を書いてみたので見てみてください。作りたい色に何色が足らないか、色鮮やかさが足りなければ赤か黄色、もしくは両方。色の渋さが足らないなと思ったら青、色の明るさが足らないなと思えば白、もうちょっと小汚い色にしたいなと思えば黒。色で覚えるより特徴で覚えた方が朝食しやすいです。これを見た上でさっきの状態を見てみると、まず作りたい色より黄色っぽく見えるので赤さが欲しいです。あと色が少し汚い色に見えます。もう少し色鮮やかにしたいので赤か黄色。黄色は現状出ているので、まず赤で微調整といった具合になります。微調整をしていきます。ここは特に試し書きをして確認することが大事です。これで最終的にできた色で試し書きです。乾燥させてこんな色です。かなり近いいい色になりました。試し書きは拭き忘れることが多いので忘れず拭き取りましょう。金丸補修株式会社。ここで偉人の名言です。まずは1874年から1965年までの約90年間生きたイギリス第61代63代首相ウィンストン・チャーチル。力や知性ではなく地道な努力こそが能力を解き放つ鍵である。誰にでもチャンスはある。頑張れよと言ってくれてるようですね。次は1879年から1955年までの約76年間生きたドイツ生まれの天才理論物理学者。これさっきのチャーチルさんが1874年から1965年なので同じ時代を生きた人物ですね。アルベルト・アインシュタイン。私は1日に100回自分に言い聞かせます。
私の精神的並びに物理生活は他者の労働の上に成り立っているということを、俺たちにできないことを平然とやってのける、そこに痺れる、憧れる。次は色付けのコーナーじゃよ。傷を作って下地処理、ハードワックスを充填していきます。今回は分かりやすいように白いハードワックスを入れてます。周りをきれいに拭いて面を整えるために研磨、色付けするので瞬間接着剤で表面をコーティングです。スプレープライマーで接着剤を硬化させます。面を整えるために研磨、ここから色付けです。まず傷を完全に消していきます。注意点は、重ね塗りするときは完全に乾かしてから上から描いてください。白いパテで埋めたのでかなり塗らないと消えないのですが、皆さんが実践される際はできるだけ色のあったパテを使ってください。結構塗っているので描けば描くほど筆目に塗料が持っていきます。その状態をチック盛りと言います。これで隠蔽できました。でも筆目の凹凸の壁面に光が当たって反射しているのでチック盛りしていることがわかります。チック盛りの解消方法を説明します。ただ削ればええやんとか思うんですけど、それをしてしまうと塗料を引っ張ってしまってもう一回最初からやり直しってなることが多いんです。安全なやり方は、まず上からバーンインシーラーを拭いていきます。他のサンディングシーラーでも大丈夫です。今回は凹凸の差が大きかったので多めにシーラーを拭いてます。完全に乾燥させて一方向に向かって研磨します。慌てずゆっくり優しい力で研磨してます。表面を整えるために軽くシーラーでコーティングします。これでチック盛りが解消されました。次に新しいカップに作った塗料を分けて黒とほんのちょっとの赤を混ぜて濃い木目色を作っていきます。次に濃い木目色を描いていきます。ここでのポイントは、もともとある木目をつなげるように描いていくことです。もし描きすぎたら最初に作った色で消してください。次にまたカップに最初に作った色を分けて白を混ぜて薄い木目色を作っていきます。これも描きすぎには注意してください。失敗しても最初に作った色である程度なんとかなります。これで色は完成です。曇りが気になるのでシーラーと研磨で面を整えます。最後にツヤスプレーで面を仕上げて完成です。完成です。ちょっと白い木目色で消しすぎた印象ですが綺麗に仕上がってます。ここから金丸くんのあれです。皆さん最近はどんな YouTube を見てはりますか？よかったらコメント欄で教えてください。僕は補習で言うと RBS チャンネルさんをよく見ています。事業主や一人親方のためのビジネスの解説に特化したチャンネルです。結構ユーモアもあって楽しく見ています。エンタメ系ではコヤッキースタジオです。都市伝説や太古の歴史を解説してくれています。毎日7時更新で毎日楽しみにしています。いい YouTube を作るためにはいろいろ見て勉強していくしかないですね。チャーチルさんも力や知性ではなく地道な努力こそが能力を解き放つ鍵であると言っているので、一歩一歩3歩進んで2歩下がるを繰り返して、でもたまに3歩進んで5歩6歩下がる時とかもありますけど、ちょっとずつ前進んだらええかと思って、そんなこんなで焦点お開きの時間になりました。最後まで見てくれてありがとうございます。ためになったなと思ったらチャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。パパラパラパパパパラパラパパポッポポッポパラポッポフ